夕方からいきなり重い数字ね。首都圏の新築マンション、平均が1億660万円よ。いえ、手の届かない世界なのだ。どうしてそんなことになったのだ。高い物件が混ざると平均も跳ねるし、金利の空気も気になるじゃん。まずはそこから行こう。先月の1都3県は平均1億660万円で高値圏だったのだ。23区は1億6286万円よ。桁だけで肩が凝るわね。千葉も7208万円まで上がったんだ。高めの物件が混ざると平均が動くじゃん。東京23区以外は8454万円だったのだ。神奈川は7130万円ね。埼玉は5579万円か。場所で差がかなり出るよね。調査開始以来でもかなり上の方なのだ。高い物件が出ると平均が押し上げられるってわけね。それって駅地下の大きい箱が一つ入るだけで雰囲気変わる感じじゃん。日銀が金利を上げた流れで住宅ローンの金利も上がる見込みなのだ。住宅ローンは家を買うために借りるお金の返し方ね。金利が上がると毎月も総額も重くなりやすいわ。月の支払いが少し増えるだけでも長く見ると大きいよね。今後のマンション需要がどう動くか注目なのだ。買う人がどこで踏みとどまるか、そこが分かれ道ね。みんななら価格と広さと立地、どこを一番見る？僕はまず手が届くかどうかを見るのだ。次は山の話なのだ。去年の山岳遭難は3623人で最多だったのだ。統計が残るのは1961年以降ね。そこから見てもかなり重い数字よ。山って楽しい場所だけど空気が一気に変わるじゃん。どうしてここまで増えたの？一番多いのは道迷いなのだ。道迷いだけで1119人よ。その次は転倒なんだ。転倒は694人。滑り落ちは626人なのだ。道を見失うのが最多って、まず方向がずれるだけで危ないわね。分かれ道でこげる感じ。学校の帰り道でもあるけど、山だと戻るのが大変すぎるよね。天候と体力を見て計画しないと途中で動けなくなるのだ。山は勢いだけで入る場所じゃないのだ。そこは本当に大事よ。出発前に無理がないか見るだけでだいぶ違うはずね。アーシなら行く前に引き返す条件を先に決めるかな。そこを決めておくと迷いにくいじゃん。外国人の遭難者も246人で去年から増えたのだ。このうちバックカントリースキーと登山が8割余りを占めるのね。バックカントリースキーは整備されたコースの外で雪山を滑ることだよね。綺麗でも危険は増えやすいじゃん。動画だと楽しそうに見えても現地は別物よ。天気、装備、体力、この3つが揃わないと厳しいわ。警察庁は安全な計画を立てるよう呼びかけているのだ。これみんなもちょっとだけの感覚で山に入るならかなり気をつけたいよね。無理をしない、その一歩が一番効くわ。最後は空港で起きた話なのだ。羽田発ロンドン駅の機内で乗客のスマートフォンから煙が出たのだ。怪我人がいなかったのは何よりね。止める判断が早かったのかしら。それかなりヒヤッとするやつじゃん。しかもスマホってところが意外だよね。管制塔に連絡が入って一旦駐機場に戻ったのだ。管制塔は飛行機の出入りを見て指示を出すところね。空の交通整理みたいな役目よ。なるほど。そこで止めると全体の流れも変わるんだ。道路の信号みたいな感じで考えると分かりやすいじゃん。機内の消火器で煙は消し止められたのだ。持ち込み品でも油断はできないわね。充電中の機器や熱を持ったままのものは気をつけたいわ。バッグの当たって気づきにくいから移動前に熱っぽくないか見ておくと安心だよね。消防が見たところ煙の出た元はスマートフォンだったのだ。原因がそこだとなおさら身近に感じるわね。旅の予定は少し崩れるだけでも落ち着かないけど、こういう時ってみんなは遅れより安全確認の方が大事って感じるじゃん。乗客乗員は211人いて予定よりおよそ1時間遅れて離陸したのだ。1時間の遅れで済んだのは確認をきちんとしたからこそね。急がず安全を優先した形よ。
何も起きないのが一番だけど、いざって時に病まれる仕組みは大事だよね。航空は装置を使って飛ぶこと全体を指すのだ。だから小さな異変でも止まるのだ。ここでちょっと寄り道なのだ。警察庁の豆知識を一つだけ話すのだ。急に真面目な顔ね。どんな話なのかしら。警察庁は1954年の新しい警察法でできたのだ。今の形になったのはその時なんだ。思ってたより最近じゃん。7月1日に施行されて、警察機構が再び一本化されたのだ。分かれていたものをまとめたってことね。そこから今の形に近づいたのは意外だわ。その前は国家地方警察と自治体警察の2本立てだったのだ。積み重ねの歴史があるんだね。こういう裏側、ちょっと面白いじゃん。今日は価格も山も空港も油断すると足をすくわれる話だったのだ。概要欄にリンクもあるから、気になった話はそこも見てみてね。コメントで一番ヒヤッとしたニュースを教えてくれたら嬉しいわ。また次回も一緒に見てほしいのだ。